安政7年3月3日、江戸の町は昨晩から降り積もった雪で一面真っ白でした。そこに登場してきた井伊直弼の行列を水戸脱藩浪士らが襲撃。桜田門外の変です。この政変によって幕府の権威は失墜、幕末の動乱が始まっていくのです。はいどうも皆さんこんにちは。今回は桜田門外の変についてお話ししていきます。前回の動画で井伊直弼が登場し、条約問題と将軍軽視問題に対処しました。しかしその解決方法は強引だったため、対抗勢力の反感を買います。こうして井伊直弼は命を狙われるようになるのです。ということで、まずは前回の動画の振り返りからお話を始めていきましょう。この頃、江戸幕府は2つの問題を抱えていました。条約問題と将軍軽視問題です。なかなか解決されなかったこれらの問題は、井伊直弼の力によって強引に解決されました。しかし、井伊直弼の独裁に反対する勢力が現れます。一橋派です。将軍軽視問題で井伊直弼に対抗していた一橋派は、井伊直弼の独裁に反対していきます。特に今回は、徳川斉昭率いる水戸藩と島津斉彬率いる薩摩藩の動きを見ていきましょう。まずは薩摩藩の動きからです。この時島津斉彬は薩摩にいましたが、西郷隆盛から将軍軽視問題に敗北したという情報を聞きます。これを聞いた島津斉彬は、必要であれば朝廷守護の名のもとに兵を率いて上洛すると決意。その決断を下すために西郷を京都へと送り、状況を確認させます。京都に到着した西郷隆盛は、至急斉彬の上洛が必要だと考えて薩摩へと使者を出し、斉彬に上洛を要請しました。しかしなんとこのタイミングで斉彬が死亡してしまいます。こうして薩摩藩を継いだのは斉彬の養子となっていた島津忠義でした。今養子と言いましたが、忠義の実の父は斉彬の弟である島津久光です。ということで久光は藩主の実の父という立場になりました。こうしてこの時まだ若かった忠義に代わり、実の父である島津久光が薩摩藩の実権を握っていくのです。次に水戸藩の動きについて見ていきます。水戸藩の中心人物である徳川斉昭は、将軍軽視問題の結末を聞いて激怒します。怒った斉昭は江戸城へと乗り込んでいき、井伊直弼を詰問、腹を切れと罵りました。実の息子である一橋慶喜も登場し、異直調印だと非難しました。以上のように一橋派は天皇の考えを無視したことを理由に井伊直弼を批判。これに対して井伊直弼も動きました。幕府の決定に反対する人々を罰していくのです。これが安政の大国です。井伊直弼によって行われたこの弾圧は、幕府のやり方に反対する人々を対象としたものでした。もちろんその中には一橋派も含まれており、徳川斉昭は謹慎、松平義長は隠居謹慎、伊達宗成と山内豊重は隠居に追い込まれ、松平義長は春学、山内豊重は陽道と名乗ります。そしてすでに島津斉彬は死んでいたため、一橋派は完全に勢いをそがれてしまいました。さらに松平春学の下で働いていた橋本早苗は処刑、島津斉彬の下で働いていた西郷隆盛は島流しにされています。今挙げたのはほんの一部、最終的に全体では百数十名が処罰されるという、それくらい大規模な弾圧だったのです。さて、このような対応に朝廷も黙ってはいませんでした。問題にしたのは幕府の異直調印です。直というのは天皇の命令という意味です。つまり異直調印というのは天皇の命令と違って調印をしたということですね。異直調印に激怒した孝明天皇は、水戸藩に対して幕府の政治改革を求める手紙を出します。内容は、異直調印はダメだ、すべての大名で話し合って政治を行え、このことをみんなに伝えろという内容でした。さて、こうなると幕府は困ります。天皇が幕府を通さずに藩に命令を出すというのは異例中の異例。天皇の命令は関白、武家天宗、京都所司代、老中という経路を経て幕府につながっていました。しかし今回はこの経路を通らずに水戸藩に直接連絡を取っています。この頃から天皇は貴族を通じて藩とつながることができるようになり、朝廷が幕府から離れて動き始めるのです。このままでは幕府の面目は丸つぶれ、
朝廷と幕府の関係が崩れてしまいます。ということで井伊直弼は勝手な行動をとった公家たちを処罰、それと並行して天皇に使者を送り、条約を結んだのは一時的なものです。戦う準備を整えたら鎖国に戻しますと弁解します。これに孔明天皇は満足したので、井伊直弼も胸をなで下ろしました。しかしこれには誤算がありました。幕府と朝廷の関係が改善したことを公表できないのです。なぜならそれは条約は一時的なもので再び鎖国すると公表することになります。そんなことを公表すれば怒った外国が攻めてきて戦争になることは間違いありません。なので井伊直弼は諸大名に関係改善を公表できなかったのです。つまり幕府内部では異直調印の状態が解消されたのに、世間では異直調印の状態が続いているという矛盾した状態になってしまったのです。とはいえ幕府と朝廷の関係は改善したのですから、水戸藩に下された密勅は無効になります。ということで井伊直弼は水戸藩に密勅返納を命令しました。しかし水戸藩にとってこの密勅は切り札、そう簡単に手放せるわけがありません。水戸藩内部では密勅返納に関して意見が割れて論争となり、もはや収拾がつかなくなってしまいました。こうして密勅返納に反対していた水戸藩の過激派は井伊直弼の暗殺を決意したのです。この井伊直弼暗殺に薩摩藩も反応します。薩摩藩内部にいた過激派は江戸に攻め上って水戸藩と協力し、井伊直弼を暗殺しようと考えたのです。リーダー的存在は西郷隆盛でしたが、この頃西郷は島流しにされていますので主導することはできません。なのでこの活動は薩摩に残っていた西郷の親友が主導していました。この親友こそが大久保昌介、後の大久保利通です。こうして大久保利通ら主導のもと暗殺計画が進められていきますが、そこで動いたのが島津久光です。もしこいつらが勝手な行動をすればその責任は藩に来る。そうなれば息子の忠義が処罰されてしまうだろう、そう考えたのです。こうして久光は大久保利通らに対して成虫の死を落ち着きたまえと呼びかけました。大久保利通らを成虫の死として称えるとともに軽率な行動を取らないように呼びかけたのです。薩摩藩の中心人物である島津久光から褒められた大久保利通らは感激、暗殺計画を中止して成虫組を自称するようになりました。こうして島津久光に抜擢された大久保利通はこれ以降薩摩藩内で頭角を現していきます。さて状況を整理してみましょう。恨みを買った井伊直弼は江戸にいて、そこに水戸藩と薩摩藩の過激派が攻めていくという状況でした。しかし薩摩藩は島津久光によって阻止されたので、残ったのは水戸藩の過激派です。こうして水戸藩の過激派たちは藩に迷惑をかけないように脱藩、江戸に残っていた薩摩藩士と共に井伊直弼暗殺に動き始めます。こうして起きたのが桜田門外の変です。3月3日、つまりひな祭りの日は大名が江戸城に集まる式典がある日でした。この式典の入場期限は午前10時。入場門は大手門か桜田門です。井伊直弼の彦根藩の屋敷はここ。つまり井伊直弼は3月3日の午前10時までに確実に桜田門を通るのです。井伊直弼暗殺を企てている浪士たちはこれに目をつけました。浪士たちの計画はこうでした。まず最初に大老井伊直弼を桜田門で暗殺。その次は横浜の外国人商館を焼き討ち。薩摩藩兵3000が上京してくるのを待ち、東西呼応して一挙に幕府を大改造する、そのような計画でした。しかし先ほど言った通り薩摩藩の状況はなくなっています。なので規模を縮小した上での計画となったのです。計画実行当日、浪士たちは愛宕山に集合。この日は雪が降り積もり、夜が明けると辺りは白く輝いていました。愛宕山に集結した水戸浪士17名と薩摩藩士1名は桜田門へと移動。すでに周囲には大名行列見物を行っている民衆がいました。彼らも見物を装ってその人混みに紛れ、井伊直弼を待ち伏せします。そこに西の方にある井伊家の屋敷から井伊直弼が乗った籠が出てきました。大名の籠に直訴する籠訴というものがあるのですが、浪人の中の一人が籠訴を装って行列の前に飛び出します。こうして歩みを止められた行列でしたが、もちろん直訴ではありません。井伊側の武士がこれに近づくといきなり切りつけられました。
仲間が切られたのを見た飯側の武士たちは慌てて前方へ集結。カゴの周囲がガラ空きになりました。それを見た別の浪士がピストルをカゴに向けて発砲。その音を合図として浪士たちは一気に飛びかかりました。不意をつかれた飯側がうろたえるのに対して水戸浪士たちは計画通り井伊直弼を追い詰めます。次第に飯側の武士が殺されていき、カゴの護衛が消えていきます。カゴの中にいた井伊直弼は何度も刺され、扉を開けて引きずり出されました。もはや虫の息だった井伊直弼ですが、井伊直弼の首は薩摩からただ一人参加した浪士の手によって掲げられます。勝負はわずか数分間。こうして井伊直弼は暗殺されたのです。さて、いかがだったでしょうか。当時の幕府は井伊直弼一人で支えていたようなものだったので、井伊直弼暗殺は幕府の政治に大きな打撃を与えました。幕府の大老が暗殺されたとなると、幕府の権威は失墜してしまいます。こうして幕府は慌てて権威回復に努めていくのです。ということで、次の動画では後部合体と和宮効果についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。